ありがとうございます、飯沼さん。皆さん、こんにちは。会場の皆さん、オンラインの皆さん、こんにちは。自然エネルギー財団の高瀬と申します。私、森林やの、専門ではないんですが、7年ほど、CDP という団体で企業の情報開示の手伝いをしておりましたので、この GHG プロトコルですとか SBT の、動向に、詳しいということで、最近この算定報告について少し大きな変化がありましたので、そちらを紹介したいと思います。結論から言いますとですね、今おっしゃったようなことっていうのは、もちろん事実だと思います。最後のネイチャーの論文は割引率 4% にしているので、ちょっと将来排出が大きくなってるなっていうのは拝見してるんですが、それにしてもそういうことがあるというのは、事実ではあると思います。一方でですね、完全に全ての、ものを否定するというのではなく、じゃあ何が一番いいのかっていうと、一個一個分かれば投資家の人は判断できるプロですからね、投資の判断のプロですので、ということで透明化というのが今行われようとしていると。で、透明化とともに、それを目標に含めましょうと。よく CDP の頃言ってたのが、知らないものはコントロールできない。まずは知ること、そしてコントロールすること、これに関する基準ができつつあるので、こちらを簡単に紹介したいと思います。15分、35分ぐらいまででいいですかね。はい。そうですね。もうこれは釈迦に説法なんですが、土地関連の排出量って、これ IPCC のデータですが、このグリーンのところですね。すごい 22%、2019年に 22% です。かなり大きいということです。で、この半分ぐらいが、ランドユース、ランドユーズチェンジというところなので、ここをなんとかしないといけないとともにですね、この気候変動対策として、じゃあこれを減らしていくと。さっきのこれを減らしてネットゼロに近づけるというのが、今の目標なわけですから、これをどう減らすかというところで言うと、同じぐらいの、ものを、同じぐらいって言った、1.5 度または2度に、抑えるためには、土地セクターの寄与度というのがだいたい20から30% というのが IPCC の報告書で出ています。しかもですね、これは短期的にできると、技術開発待たなくていいし、これからできる、この10年ぐらいでできることっていうふうにして、注目をされています。しかも、トーンあたり$100以下というのが多いというところです。これは IPCC の、第6次報告書のグラフですね。これ対策いろんなのがあって、これソーラーとかウィンドとかはもうプロフィッタブルにできるものが多いのに対して、少しコストはかかるんですが、この濃い赤というものではないものっていうのは$100以下でできるということです。なんで、ここをなんとかしていこうというのが、一つ、注目されています。ちなみにですね、これだから、輸送が 15% ですよ。車とか全部なくして15% に対してこれ 22% なので、かなりのポテンシャルがあるというところです。で、これまでとこれからの企業炭素会計というふうに言いましたが、すごく分かりやすく言うと、これまで企業というのはただ排出するものっていう、ものとして GHG プロトコルとしてはやってきたと。で、これに対して、吸収も含めて、もちろん排出も増えるんです。土地からの排出も増えるんですが、土地での吸収、それからここにはDAC とか、そういう、技術的な吸収も入りますが、それも含めて、もう少し正確にですね、やっていこうということになりました。新しい枠組み2つあります。GHG プロトコルがですね、今、土地セクター除去ガイダンスというのを、作っています。これはドラフトがもう出ておりまして、
いつだったかな、ドラフトが出てまして、それをファイナライズするということで、今、コンサルテーション、パブコメみたいなのを終えて、あとパイロットテスト、企業がですね、試しに算定してみるっていうのを終えて、今どうやってこう議論点をまとめ上げるかっていうことをやっていて、おそらく来年には、ちょっと前まで今年出るって言ってたんですけど、来年出ることになっております。で、あともう一つがですね、この SBT、サイエンスベーストターゲットという企業の目標が2度にこう適合しているか、2度じゃない、パリ協定に適合しているか、今はこれが 1.5 じゃないと、スコープ1、2は認められませんが、こちらの SBT イニシアチブも、この土地セクター、こっちはですね、技術的な除去も含むんですが、こっちは土地セクターだけの目標というのを、作らなくてはいけないということで、その、クライテリアというのがもう、これはファイナル版が出ております。昨年の9月に公表されています。で、この GHG プロトコルの方ですね、算定のもう基本の木の部分ですが、これ、英語で何て言うんでしょうね、基本の木。すべての企業が、ごめんなさい、ちょっと消しますね。これ、関係しないところもみんな算定しなくてはいけません。どんな企業でもこれを1回算定しなくてはいけない。で、除去を、入れるか入れないかは任意です。除去を計上するにはすごく厳しい、要件があります。で、スコープ1、2、3全部を算定してくださいとなっています。で、あと、そうか、あとなんだっけな、土地セクターと除去に関しては、これちょっとテクニカルな話ですが、ストック変動会計、算定といって、どれだけ貯留量が変化したか、加えてグロスでの、つまり排出だけの、排出と吸収をこう差し引きしたのが、ストックっていうのは貯留量なので、年間の排出と、除去をこう差し引きしたどっちなんだっていう話なんですけど、加えて排出だけの排出量も、開示をするということが、になっています。これ馴染みのない方、企業の温室効果ガス排出算定、GHG プロトコルの考え方に馴染みのない方に向けて簡単にご説明しますと、スコープ1というのは直接排出です。企業が保有する設備ですとか、そういったところからの、直接排出。スコープ2というのは、企業が、買ってきたエネルギー、二次エネルギーですね、電気とか、主に電気、蒸気、そういったものを作るのに発生した温室効果ガス。スコープ3というのはそれ以外全部なんですが、GHG プロトコルで15カテゴリーを定義してまして、投資家の方ですと、カテゴリー15、投融資先排出量、今これは PCAF でやろうということになってますが、そういうものも本当全部が入っているというようなものです。で、これまでの算定範囲はこれだけです。これだけで大変だったんですけど、ここからこれが入ってくるという、この、ことになります。来年ファイナル版が出ますので、来年出て、再来年からできるのか、それともその先になるのか、ちょっと、CDP ですとか、そういう、報告をのプラットフォームの考え方にもよると思うんですが、こういうのが入ってくるということですね。これは絶対に入ってくると思います。で、これ簡単に説明しますと、これエネルギーとか産業ですね。で、主にこの純排出量っていうのが、土地利用変化、つまり、自然林をプランテーションに変えました。自然林を牧草地に変えました。それはもう完全なロスなので、そのロス分というのを20年間、均等配置と傾斜配置と両方あるんですが、選んで、20年間、その20年前までに土地利用変化があった土地から何かを買っている、企業ですとか、それを保有している企業はスコープ1ですし、買っている企業はスコープ3になります。それを計上しなくてはいけない。これが、土地利用変化ですね。
あとはそのストック会計と申し上げたのは、土地と、あと地価ですとか、そういったところからの、あと製品ですね。純排出量、これはネットなんで差し引きです。ストックの変動があった、ストックが減りましたって言ったら排出。で、ストックが増えましたと言ったら状況なんですが、これは任意ですというようなところです。あともう一つですね。これは多分今講演いただいた、お名前の、そうですね。ティムさんの功績によるものだと思うんですが、3つのうち1つの関連指標を開示することになっています。間接的土地利用変化による排出量ということで、専門的に言うと、ちっちゃい I の LUC っていうやつですね。インダイレクトランドユーズチェンジによる排出ということで、これは例えばバイオマスを、でこう伐採して、それ押し出しで何かが起こったような場合ですね。その土地を何かに占有したことで、押し出しで何か排出量が増えたっていうものを、または炭素機械コスト土地占有面積ということで、これちょっと端折らせてください。あとはグロスですね、差し引き前のものというのも開示。そして、ここも面白いんですが、地下に埋めたけど出てきちゃったっていう場合は、これリバーサルって言いますが、リバーサルについても排出にするか、もし排出バウンダリー内にとどまってるんだったら排出ですけど、バウンダリー外に行ったらこれはリバーサルとして会計報告する。こんなのが全体のざっくりしたところです。で、木質バイオマス発電所の場合っていうことで、リクエストいただきましたので、ちょっとこれ完全に正確ではないかもしれないんですが、大まかにご説明します。まずですね、自然林を人工林にしてプランテーションを始め、同質の材を作るということになった場合、土地利用変化がありましたということで、これ20年間その土地について回ります。で、人工林ができましたと。で、それを伐採してペレットに加工しますという場合、この、そうですね、ストックがそのままもうローテーションでうまくいってればいいんですけど、この配布されている資料にもあるように、減ってる場合っていうのは、その減った分っていうのをストック減少として排出を出さなくてはいけないというルールです。これがちゃんとやられるかどうかっていうのは、ウォッチしていかなきゃいけないと思います。で、ペレットを輸入して燃焼した企業というのは、スコープ1の排出量と、スコープ3の、カテゴリー3ということになっています。これ、グロスですね。グロスになります。で、電力を購入したときは、スコープ2になる。で、これ重要なのがですね、スコープ3、カテゴリー3も該当する。これは何かっていうと、エネルギーの上流でかかった、さっきティムさんがおっしゃってた、輸送にかかるとか、加工にかかるとか、ドライにするのにかかる。それがここに入ってくるということになります。で、除去量計上の際には厳しい要件があるということで、これパイロットで参加された企業の方に言うと、これはちょっと無理だなっていうふうにおっしゃってましたが、ここがどうなるかは分かりませんが、基本的に一時データを使うトレーサビリティがちゃんと保たれている、モニタリングができている、不確実性について開示をすると。で、リバーサル、さっきのこれみずほ情報総研さんがですね、環境省の予算だと思うんですけど、グリーンバリューチェーンプラットフォームという予算の枠があって、そこで一部ですけど翻訳されているので、そこから持ってきたもので、ここまでが GHG プロトコル、こんなことになりますよということで、あとはサイエンスベーストターゲッツ、SBT でも、ここを対象に目標設定を、義務付けることになっています。で、このSBT すごい拡大してて、ちょっと前の報告だと、時価総額の3分の1がもう、ここに入っている、6110に入っているということで、かなりのムーブメントになってきているようなイニシアチブです。目標がパリ協定に沿っているかを審査して、沿っていると認定されたら認定を出すというようなイニシアチブです。で、この SBT のフラッグ目標っていうのは関連企業、こ
こういう企業ね、これはもう設定マストです。新しく、今年の4月、去年の、今年の4月からか、今年の4月、5月以降、この、目標設定、SBT 目標を設定するこういう企業というのは、もう必ずフラッグも設定しなくてはいけないというものです。で、この条件に当てはまらない企業、こういう企業ですね。これがスコープ1、2、3、こういうセクターだったらこうなんですが、フラッグ関連排出量、これ土地関連排出量が企業の全体のスコープ1、2、3の 20% を超える企業はもうマストです。で、これにこれより下の15% とかそういう企業に関しては、SBT としては目標の設定を推奨はしています。ただ、設定しないという選択肢もあり得る。ただ、フラッグ目標を設定しない場合というのにも、通常の SBT の目標に土地関連の排出を含まなくてはいけないと。つまり、算定はみんなやって、目標には含めなくてはいけないということです。ただこっちのルートを取ると除去使えなくなるので、除去使いたい企業というのは、フラッグを設定しなくてはいけないということになります。で、フラッグ、ここはちょっと、後で見ていただければと思うんですが、土地利用変化、さっき言った20年間のやつですね。土地管理。これは土地を運営している間の排出量ということです。で、あとは除去ですとか貯蔵というのも入ってくる。ただ、この技術的除去は含まれないということに注意が必要かと思います。それは別でということになっています。で、なんで森林減らしてダックでカバーっていうのはできないということですね。はい。で、SBT においてはですね、ずっとこのバイオエネルギー、ちゃんと排出量を算定してくださいとなっています。この2、3年ですね。これ GHG プロトコルでもデュアル報告ということで、スコープ1とかに含めなくてもいいけど、兵器で、含めないんだけど、兵器でバイオエネルギーからの排出量というのは出さなきゃ、報告しなきゃいけないというふうになっています。これCDP でも、必ず、このバイオマスからの排出量というのを報告する欄があります。ずっと結構長い間あります。で、ちゃんとね、算定している企業が少ないというのは問題視をされているところです。で、なんで SBT でも、これまでもなんですが、ずっとこのバイオマス燃焼した排出量というのは目標に含めると。で、この除去が、もしそのネットで、さっきのネット排出の部分ですね、ネット排出してないと主張するならば、そのエビデンスを出してくれというふうになっています。で、なんで、当面ですね、SBT ではこの運用をしていくということで、バイオエネルギーに関しては今のところ、フラッグ排出に入れないということになって、これすごいテクニカルな話ですいません。で、SBT のフラッグ目標の、特徴をちょっとまとめますと、これいらないかな。これ後で読んでいただくかな。例えばですね、事業活動に使用している土地が対象、それ以外の土地とか勝手とかいうことではなくて、事業活動で使っている土地というのに限ってください。その中でちゃんとやってくださいというふうになっています。あとはですね、2025年12月以降、バリューチェーン全体の森林減少ゼロを宣言しなくてはいけない。これはこっちで減らしてこっちで増やすができないそうです。この間 ISBT の方にヒアリングをして確かめたんですが、この AFI という、何でしたっけ ?AFI、そうです。素晴らしいです。さすがです。アカウンタビリティフレームワークイニシアチブ決めたものに、従うことが推奨ではあるんですが、従うようにした方がいいというようなところです。はい、でまとめですが、これまで企業の排出算定に含まれなかったというか、本当は兵器で含まれてたんですが、含まれないと思われていた土地関連排出量に
ついて、今後しっかりと開示が必要になります。これは重要だからということですね。スコープ3も含みます。なので、企業の調達責任、そして投資責任も問われることになるということです。企業の目標設定については SBT では、関連企業はフラッグ目標が義務付けられます。関連が深くない企業は通常の SBT ということです。で、今後ですね、ISSB も含めて、GHG プロトコルに沿いますと言ってるので、これ入ってくると見た方がいいのではないかと思います。はい。で、そうですね、本当に木を切ることがいけない、よく、なんて、できれば木を引いたくないと思います、私も。ただですね、完全に1-0でということはなかなか難しいかなと思いますので、この透明化の動きをですね、支持していただいて、この透明化された情報を持って皆さんが判断できるようになっていけばいいんじゃないかなと思っております。以上です。ありがとうございました。